東京限定雑学。2025年に放送20周年を迎えた TBS ラジオの人気番組、安住紳一郎の日曜天国。この番組は安住紳一郎さんがテレビでは見せない醤油大使らしい濃い思想と、乗り物から果物に至るまでの幅広い知識、有原の業平の和歌に共感し、白木蓮をめでる芸術的な感性によってリスナーを魅了し続けています。また自己の欠点を隠し、良き部分を誇張し誇示するコンテンツがもてはやされる現代において、人々が自分だけの恥ずかし事として秘めておきたい人生の失敗や弱さをあえて世間に公表する安住氏の潔さと勇気は、彼の完璧な美濁音と同様に評価されるべき部分であり、結果として人々を羞恥心の孤独からの解放に誘うという形で社会に貢献しています。現在、各配信サービスにおいて日天ポッドキャストは数々の人気番組を抑えランキング1位を獲得しており、一時期斜陽と言われたラジオ人気復活の立役者の一人はまさに安住紳一郎、その人であると言って差し支えないでしょう。この番組は本来関東ローカルですが、近年ではラジコの普及と公式が YouTube でのアップを始めた影響で全国にファンが増えています。しかし番組の性質上、話が関東周辺で展開されており、都内の地名なども多く出てきますが、地方の方にとってはピンとこないのも事実です。そこで今回は高校時代から十数年にわたり日天を聞き続け、その経験がこのチャンネルの動画作りに非常に役立っていると感じている一人のファンとして、番組に敬意を示すとともに、皆さんが日天で有名なあの場所を聖地として巡礼できるようにガイドを作成しました。ぜひこの動画を参考に聖地巡礼を楽しんでください。なお、あくまでラジオを聞いている前提のガイドであり、この動画だけで完結してほしくないため、訪れる場所でのエピソード紹介は最小限にとどめています。ただその代わり、動画の説明欄に該当するエピソードのリンクを貼っておきますので、それを聞いてリスナーの方は記憶を鮮明に、そしてまだ聞いたことのない方は新しくファンとなって聖地を訪れていただければと思います。なお、番組を長年聞いていると、エピソードから安住氏の極めて詳細なプライベートな場所などの情報を耳にすることがありますが、それに関しては良識あるリスナーとして動画ではご紹介しません。最初の巡礼地はもちろん TBS 東京ブロードキャスティングシステム。お越しの方は東京メトロ千代田線の赤坂駅からすぐです。毎週日曜日午前10時から安住氏と1日に7回歯を磨くことで有名な弓田そこと中澤由美子さんが日曜天国を放送しているのが、この社屋の9階第7スタジオです。初期においては番組にお便りを送ることを意味するハッスルの語源となったハッスル係数の調査や、安住氏のナルシシズムと汗の結晶が織りなした俺の塩、そして安住氏の多くの人に参加してほしいという優しさが暴走し、検証の常識を根本から覆した究極の性善説検証企画エアロトなど、数々の伝説が生まれました。そんな TBS ですが、残念ながら一般の方は社屋に入ることはできません。しかし2023年には一般開放されている社屋前の広場で多くの巡礼者たちが空を見上げました。この年には番組始まって以来初めて社屋前広場で日曜天国のポスターの掲示があり、安住氏の呼びかけにより訪れた人々が30秒間彼のポスターを見上げる活動に従事しました。
ちなみに現在は安住氏とスタッフの方々の体力の限界ゆえに毎週の放送にとどまる日曜天国ですが、2016年以前においては公開放送主として活発な課外活動も行われていました。その中でも大きなインパクトを残したのが赤坂秘宝館です。その場所は TBS のお隣国際新赤坂ビルだったのですが、現在は残念ながら取り壊され、近年不動産事業で強みを発揮する TBS 主体で再開発が行われています。ちなみに国際新赤坂ビルには漫画家冴原理恵子さんのパートナーである勝也先生と、いつも緊急で動画を回している YouTuber として有名な三木谷先生の高須クリニック東京院が銀座に移転するまで存在していました。赤坂の街自体、日展でもよく話題になる場所なので、街の様子や空気を感じることにより番組の臨場感が高まるはずです。日曜天国では番組にお便りが採用された方に、毎年日本を代表する画家やイラストレーターの方が描いた素敵なポストカードが用意されています。2025年度は新しくもどこか懐かしい街の風景を紡ぎ出す、今大注目の街歩きイラストレーター小川慎次郎さんが描いた実在の風景が採用されており、実際に訪れることができます。今回は2025年度のうち前半の風景をご紹介します。2025年4月から6月の景色は、桜満開の水辺とそこを滑る黄色い電車、そしてハガキをもてあそぶ安住氏、振り向き美人な中澤さんの刹那です。美しいこの場所は JR 線や東京メトロ四ツ谷駅から飯田橋駅にかけて広がる外堀公園です。3駅利用可能な巡礼には絶好のロケーションであり、江戸城のお堀の豊かな水と自然の美しいコントラストの向こうに現代的な高層ビルが立ち並び、そしてそれをつなぐように鉄道が走り抜けるという東京らしい景色が広がっているため、聖地でなくとも訪れる価値があります。しかし公園といっても実態は線路沿いに続く遊歩道であり、その分広大な敷地に及ぶため、ポストカードの場所を見つけるには少し時間がかかります。また今回の聖地はこの公園のどこの風景なのかは明確に示されておらず、外堀公園にはポストカードに描かれた景色に似た風景がいくつかあるものの 100% 合致する場所はないため、あくまで現地を見て回った私の推測となることをご了承ください。聖地はおそらく市ヶ谷駅から飯田橋駅に向かって徒歩10分の新見附橋近くです。風景の根拠となるのは特徴的な松。斜面に対して垂直に伸びる寿の象徴といえる生命の息吹は風景に印象的な変化をもたらしていますが、そんな松が見られるのがこの場所です。右側に堀と線路、そして左側に遊歩道と松並木を配する、まさにポストカードと同じ景色です。しかしここで忘れてはいけないのが黄色い電車。小川慎次郎さんの作品には必ず鉄道が描かれており、これなしでは聖地としても成り立ちません。この象徴的な黄色い電車は、かつて山手線を走っていた猫のような目が特徴の総武線 E231 系。もし聖地で写真を撮られる方は、数分に1本は千葉方面行きの電車がやってくるので、市ヶ谷駅の時刻表を参考にシャッターチャンスを狙ってみてください。次にご紹介するのが7月から9月。
これは東京ではないですが、場所はわかりやすく、神奈川県鎌倉市、江ノ島電鉄の腰越駅です。風景は鎌倉を流れる神戸と書いて合戸と読む合戸川に架かる合戸橋から腰越駅へと抜ける景色です。合戸橋は現在、日本に残る唯一の鉄道、道路併用橋、つまり線路と道路が同じ場所を走る橋であり、橋梁マニアと鉄道マニア、つまり乗り物オタクの安住氏も注目しているだろうスポットです。初期の日曜天国にてしばし話題となった安住氏の趣味といえばボーリングであり、その話題には事欠きません。有名な話は3つあり、1つは2008年、東北秋田ファンキーボールで当時の自己ベストスコア260更新を目指した際の出来事。この話は2008年に優れたアナウンサーに贈られるアノンシスト賞を受賞している折り紙付きのエピソードですが、実はこの受賞にはあるオチがあるのはリスナーの方ならご存知のはずです。安住氏とボーリング、聖地残り2つに関しては都内にあります。一つが2012年、社内ボーリング大会でどうしても勝ちたかった安住氏が用意した秘策、汚い AD 中村。この場所は JR 線、京急線は品川駅徒歩3分の品川プリンスホテルです。1978年開業の西武グループ傘下の4つ星高級ホテルは、宿泊施設に加えレストランやプール、水族館や映画館まで併設する複合リゾート施設であり、その一つとしてボーリング場があります。ボーリングセンターと名付けられたこの施設はレーン数80と東日本最大であり、多くの企業の懇親会などで利用されることが多く、それは TBS も例外ではありませんでした。そんな中で安住氏が当時社用と言われて久しく、局内での扱いも小さかったラジオに対して一目置いてもらうための作戦を決行。その秘密兵器として投入されたのが汚い AD 中村でした。この話の詳細についてはぜひ説明欄からお楽しみください。なお、この話は安住氏の持論として有名な怪しさの力を象徴するエピソードの一つであり、これは日本の防衛の新しい形であるアメリカ50州覚え歌のエピソードにもつながってきます。ボーリングの話題、もう一つのエピソードが現在 TBS コンテンツ戦略本部アナウンスセンター役員待遇エキスパート職アナウンサーにまで上り詰めた令和の島耕作こと安住氏がまだ係長であった2009年の話。安住氏にはお気に入りのボーリング場があり、それが世界最大のターミナル駅、新宿駅から徒歩5分の新宿コパボールです。コパボールは東洋一の歓楽街と称される歌舞伎町の中にあります。近年は東横キッズでおなじみの東宝新宿ビルの前の広場に面したヒューマックスパビリオン新宿アネックスの4階にあるコパボールは1972年オープンの現在新宿唯一のボーリング場です。正直歌舞伎町はあまり治安の良い地域ではなく、都内には他にも多くのボーリング場があるため、爽やかなイメージの安住氏にはそぐわない場所です。しかし彼がここのボーリング場に通うのはある修行を行うためでした。そんな道場にある日、 TBS の重鎮報道局長57歳が刺客としてやってきます。対する35歳の安住係長、2人はなぜ戦うのか、そしてその勝敗の行方はぜひ説明欄からお聞きください。ちなみに安住氏がここでボーリングをするのは当時の爽やかなイメージからすれば違和感がありましたが、彼の女性のタイプとして知られるお上品な人や大負けして血の気が引く感覚が好き、
という苦しいほどのギャンブルに対する情熱を見ていると、実は欲望渦巻く街こそ彼のホームグラウンドと言えるかもしれません。さて、そんな新宿にはもう一つ、日曜天国というより安住紳一郎の原点の一つと言える場所があります。このチャンネルでは以前もご紹介していますが、改めて訪れたい場所が新宿駅から徒歩10分、新宿副都心はホテルハイアットリージェンシー東京の目の前です。自転車置き場の真ん中にポツンと佇む一台の公衆電話。都心の真ん中でありながら夜は裏寂しくも思えるほど静かなこの場所。実はここは何を隠そう若き無名のアナウンサー安住紳一郎青年躍進のきっかけとなったさんまのスーパーからくりテレビの人気コーナーサラリーマン早調べクイズのロケ地です。1999年当時、安住氏は花丸マーケットやジャストなどでアシスタントを務める表情固くもひたむきな26歳の平社員でした。そんな彼が酔っ払ったサラリーマンを相手にクイズを出題し、彼らが目の前のかつては2台あったボックスから回答の分かりそうな人に電話して答えをもらうという企画がサラリーマン早調べクイズでした。そしてその酔っ払いのはちゃめちゃぶりに振り回されながらも絶妙な司会進行とこんなことをするために東京に出てきたんじゃないと言いたげな表情がお茶の間の人気を獲得し、ここからアナウンサー界のスターダムへとのし上がっていくのです。その象徴となる電話ボックスが残る景色、ここはまさに聖地にふさわしいでしょう。今回はここまで。ご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。